よし。皆さん、こんにちは。やみつきご飯です。今日はトマトクリームパスタとトーストを用意しました。このトーストは全部バターなんですけど、蜂蜜バターとガーリックバターと、この赤色のが明太子バターです。トマトクリームパスタはトマトと玉ねぎと、あとエビが入ってます。トマトクリームパスタなんで、この生クリームをかけます。生クリームはね、かければかけるほど美味しいからいっぱいかけます。まあ、これぐらいにしとこうかな、とりあえずは。じゃあ、いただきます。パスタよく混ぜないとね、熱いから、ちょっと今かけた生クリームをよく合わせて、ちょっと冷まそうなかな。冷まさないと食べれない。猫舌なので、ちょっと、たっぷり。これ全部で何キロぐらいあるかな？ 2 キロはありそうな感じです。しっかり混ぜて。美味しそう。まあ、こんなもんかな。よいしょ。それでは、いただきます。熱そう。うん。はちゃめちゃに美味しい。トマトは、カゴメのトマトソース缶を使ってるんですけど、なんかトマトの甘みと酸味がよく引き出されててすごい美味しい。暑くなって夏が近づいてくるとトマトってすごい食べたくなる。でもね、トマトの本当の旬って秋なんですよ。イタリアとかトマトの原産の国では秋の日光で実が甘くなって夜の梅雨でトマトが水分を吸って大きくなるんですって。まあこれ昔読んだ本の知識やから間違ってたらすみません。うん。それにトマトは昔は観賞用だったんですって。毒があるって思う人もいたみたいで。でもなんかお猿さんとかが食べてるのを見て、あ、これいけるんじゃないみたいな。食べれるんじゃないって思って食べてみたんですって。うん。トマト甘くて美味しい。エビもめっちゃ美味しい。
トマトとエビってなんでこんなに相性いいんだろう。前世は恋人やったんかもしれへん。あ、関西弁で喋っちゃった。日本にトマトが伝わったのは、江戸時代の最初の方らしいです。ポルトガルとかスペインとか海外の人が日本に持ち込んできて、やっぱり最初は観賞用やったみたいですね。で明治時代になってトマトが赤売りとかそういう名前になって、ケチャップとかトマト煮込みとかの洋食文化にどんどん浸透して広がっていったんですって。で、あれですね。トマトの歴史って結構長いんですよね。美味しいもんな。美味しいしね、育てやすいんですよね。私昔、っていうか結構最近なんですけど、家庭菜園にハマってた時があって、その時にトマトよく育ててたんですよ。黄色いトマト。珍しいでしょ。黄色いトマト。全然肥料とかあげてないのに、水だけで育っていって、すごい美味しかった。黄色いトマト。肥料とか使ってないから、自然な味がして、めっちゃ甘くて、その時自分で塾塾をしてたんですけど、その生徒さんがトマト嫌いなのに、このトマトなら食べれるって言って食べてくれたの、すごい嬉しかった。また育てたいな、トマト。うん。いや、このトーストも食べよっかな。ガーリックバタートースト。このパンもね、いただき物なんですけど、国産の小麦とか、牛乳とか、卵入ってて、すごいね、甘い美味しいパンなんですよ。いただきます。うん、美味しい。ガーリック大好き。何にでもニンニク入れちゃう。だって美味しくなるもん。でもちょっと喉乾く。どんどん食べましょう。この動画見てくれてる人はお食事中かな？それともお休み前かな？お昼ご飯の人もいるかもしれない。一緒に食べてる人は一緒に美味しく食べましょう。深夜寝る前に見てる人とかは飯テロ注意。
美味しい。本当に、いつもトマト缶で作るより、トマトの風味がすんごいします。うん。昨日の夜考えたんですけど、トマト、トマトの妖精さんがいたら、男の子かな、女の子かなって思って、太陽の恵みをいっぱい浴びて、太陽の恵みをいっぱい浴びて、元気そうなのは男の子のイメージやけど、でもあんなに赤くて可愛くてプリティな感じがするのは女の子っぽいなとか思って。皆さんどっちだと思いますか？トマトの妖精さん。男の子かな、女の子かな？あ、でもどっちもいてもいいよね。男の子も女の子も。うん。美味しい。あ、もうちょっと生クリームかけちゃおうかな。このクリームにも植物性と動物性があって、牛乳から作られた動物性のホイップとか生クリームってちょっと高いんですよ。だから、私いつも植物タイプのやつを使ってます。うん。それでもね、問題なく美味しい。トマトとエビも合うけど、トマトとクリームもすごい合う。今日はね、こちらは曇り空なんですけど、お日様いっぱい浴びたトマトのパスタ食べてたら、なんかお日様のパワーがもらえるみたい。んだ。パンもね、食べなきゃ。この蜂蜜バタートースト、いただきます。甘っ。私、文学も結構好きなんですけど、その中で、夏目漱石がすごい好きで、いろいろ読んだんですけど、夏目漱石の書いた本にも、トマト、しかも黄色のトマトっていう本があるんですって。私それ知らなくて、ちょっと最近調べたら出てきたんで、読んでみたいな。黄色のトマト。私がね、育ててたのも黄色のトマトだし。でもトマトって、なんだか不思議なイメージもあって、だから、こないだ美術館に行ったんですけど、
トマトを描いた作品もね、すごい多かったです。綺麗だったな、トマトの絵。美味しい。私ね、毎年、父の日とか母の日には、絵を描いて送るんですけど、絵を描くのがね、昔から好きだったから、今年は父の日に何の絵を送ろうかなってずっと迷ってて、もうトマトの絵もいいかもしれないなって今思いました。絵をね、描くのは、なんか美しく描いてやろうとか、上手に描いてやろうとかじゃなくて、描かせてもらおう、見せてもらおうって思うのがコツです。あ、待って。さっき話した黄色のトマトの作者、夏目漱石じゃなくて宮沢賢治やった。宮沢賢治もすごい好き。よだかの星が一番作品の中では好きかな。英傑の朝もよく読むんだけど、あれは詩ですね。トマト、トマトの文学作品、宮沢賢治の読んでみたい。黄色いトマトだけが赤色のトマトの中で自分だけ違うって感じてる。でも違うことって孤独に思えるかもしれないけど、それは美しさでもあるっていう、そういうメッセージを込めた作品らしいです。違うことって確かにすごい孤独。私もどっちかっていうと人とは違うっていうか、マイノリティな感じの性格をしてるので、でも大学時代に一人だったけど、それでも今思い出したら、一人で学問に向き合って学校に通ってた時の自分って美しかったなって思うよ。まあ特にね、大学は遊びに行くところじゃなくて、自分の学問とか研究を追求するための場所だと思ってるから、私は孤独だったし、黄色いトマトだったかもしれないけど、でも楽しかったし、誇りを持ってた。学問に向き合う自分にね。いろんなものにはいろんな見え方があって、一見変だなとか変わってるなってことでも、見方によっては美しいなだったり、強いなだったり、そういうのに変わる時があるから、一つの見方だけに
とらわれないようにしたいですね。暑くなってきた。黄色いトマト。うん、難しいですよね。日本は特に同調圧力がすごい強いところがあるから、黄色いトマトで居続けることって難しい。赤く染まっちゃった方がいいんじゃないかなって、その方が楽なんじゃないかなって思うこと多いと思う。黄色いトマトさんは。私もそうなったし、赤いトマトになってみんなと同じ方向を向いてた方が楽なのかなって。まあそれは実際楽なんだと思うんですけど、でも黄色いトマトの自分を認められたらいいですね。自分らしさとか、個性とか、バックグラウンドとか、そういうのを大切にできたらいいですね。美味しい。ね、次ね、このたらこバターのパンいただきます。うん。めっちゃたらこ。あ、美味しい。たらこは、スケトウダラっていう魚の卵らしいですね。プチプチしてて、ちょっとしょっぱくて、旨味があって、やっぱりご飯との相性が一番いい。あ、パンも美味しいよ。パンも美味しいけど。塩漬けがたらこで、唐辛子入りの液につけたのが明太子。でもこれそんな辛くない。うん。いや、でもちょっと辛いかも。パスタもね、どんどん食べますよ。宮沢賢治の黄色いトマト、読みたいなぁ。
宮沢賢治はね、石っ子健さんって呼ばれてて、石を集めるのが大好きな子供だったみたいです。土とか砂とかそういうのが堆積してできた石の歴史みたいなのをきっとすごく感じられる人だったんだろうなって思う。ね、だって普通の人から見たら石なんてあんまり無価値なものだと思うけど、この石はどこから来たんだろうとか、どんな成分でできてるんだろうとか、想像できる人ってすごい羨ましい。想像力とか感受性ってやっぱり、もともとその人が持ってるセンスも関係してくるからね。トレーニングで伸ばすことも全然できると思うけど、やっぱりその人が生まれて持ってきた性質、センス、感受性、想像力って、やっぱりね、羨ましいなって思う。でも、そういう想像力とか感受性とかの面で一番尊敬してるのは窓道夫さん。絵本作家とか同様の作家でもあるんですけど、素晴らしいです。窓道夫さんの詩にもトマトを扱った作品はたくさんあって、窓道夫さんの全詩集を持ってるので、いくつかトマトの詩は見つけました。やっぱりトマトには感受性とか想像力豊かな人を引きつける魅力があるのかもしれない。すごいな、トマトって。美味しくて魅力的。ついちゃった。うん。幸せ。お口の周りが赤くなってきてる。トースト。うん、このパン大好き。バターが染み込んでてじゅわじゅわで美味しい。トマトって太陽の光がさ、入った風船みたいって昨日思いました。今日トマトパスタを食べようって思ってたから、昨日の夜トマトについて考えてたんですけど、育てたからわかるのかな。
太陽の光でパンパンになった水風船みたいやなって思う。植物を育てるってすごいいいことだなって思うの。ちっちゃい種だったのに、どん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 大きくなっていって、トマトなんて脇芽っていうちっちゃな芽をいくつもつけるんですよ。だからほっといたら枝がいっぱい伸びてきちゃって、その方が収穫量は増えるんだけど、一個一個が小さくなるから、脇芽かきっていう作業をするんです。でも私、それをサボって、あんまりなんかかわいそうだったの。せっかく生えてきたちっちゃい芽をプチって取っちゃうのって、なんかかわいそうでできなくて、で、ほったらかしてたんですけど、それでもね、おっきい実をいくつもつけてくれた。水しかあげてないのにね。だから動物とか植物って、なんか時々、こっちが与えた以上のものを返してくれる時があるから、素敵やなって思う。でもね、無農薬で育てた野菜とか果物って、虫さんにとってもすごい美味しいみたいで、たまに、そのトマトもそうだし、桑の木があるんですけど、桑の木にできる桑の実もね、アリさんとかダンゴムシさんが食べてる。でも私それ見て全然嫌な気持ちにならなくて、ああ、美味しいんやなって思って、よかったなって思って。やっぱり虫とか植物をじっと見つめて、その特徴とか素晴らしさを本当に綺麗に自然に捉えてるのは窓道夫さんだと思う。もう大好きなんですよ。窓道夫さんとの出会いは、大学のデスエデュケーションっていう授業の最後の講義で出会ったんです。デスエデュケーションだから死について社会的に倫理学的に学んでいくんですけど、その授業は生きることとか命ってなんだろうとか、そういうことを死から見ていく授業だったんですね。それで窓道夫さんの詩が取り上げられてて、窓道夫さんは目に見える植物とか動物とかそういうのの動きだけじゃなくて引力とか重力とか目に見えないものまでも捉えて本当に生き生きとした詩を作ってらっしゃるので、窓道夫さんって日本では
の白ヤギさんからお手紙ついたとか、ゾウさんとかの童謡で結構知られてるんですけど、私はね、そういう童謡も好きだけど、一番好きな詩があって、地球の仕事っていう詩が一番好きなんですね。全部は暗記できてないんですけど、ビーズつなぎのビーズの一つが、コロンと落ちていくんですよ。コロ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 落ちて、下の方へコロ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 落ちていって、で、最後にはね、畳にある焦げ穴、多分タバコを落としてできた焦げの穴にポトンって入るんですよ。それってね、重力とか引力とかが働いてそうなったんだけど、コロ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 転がって、で、焦げ穴に入ったビーズちゃんが安心した顔で光ってるっていうの。安心した顔で光ってる。もうそこにすごい惹かれて、ビーズちゃんをそこまで走らせた地球の仕事って一体何だったんだろうっていうので締めくくられてるんですけど、なんかそのビーズちゃんに自分をすごい重ねちゃって、誰かの目に見えない力で自分が安心できる場所に自然と導かれてるってことを、それって人間にも通じることがあるんじゃないかなって思う。それは多分私がこうやって食べるところを配信して、一つの自分の世界観を作っていく、居場所を作っていくタイミングと重なってたから、だから余計にビーズちゃんに自分を重ねたんだと思う。安心できる居場所がないってすごい辛いことだと思う。でも、何か目に見えない力がコロ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 って自分を安心できる場所に運んでくれることもあるから、きっとそうなるようにできてるのかなって思う。めっちゃ口の端に明太子ついたまま喋ってるんですけど。すごいよね。ただ、ビーズつなぎのビーズがちょっと落ちたってだけで、それが焦げ穴にコロコロ転がってったってだけで、それを地球のお仕事やって思える感受性が本当に尊敬してて、何を食べて育ったらそんな感受性が豊かになれるんやろうって。私もトマトの塩作ってみようかな。私がトマトの塩作るならどうかな。うーん。トマトを一人称にするか、三人称にするかからですよね。でも一人称だったら僕がいいかな、私がいいかな。でも私はなんとなくトマトって男の子な感じがするんですよね。
僕トマトって言いそうじゃないですか。僕トマトって。美味しい。こんなに美味しいのに、昔は観賞用ってもったいないですね。でも今みたいに品種改良されてないから甘くなかったのかな、そんなに。もうちょっと生クリームかけよう。どんな味だったんでしょう。昔のトマトって食べてみたいな。僕トマト。コロリン、コロリン、どんぶらこ。日本の国にやってきた。黄色いトマトちゃん、赤いトマトくん、みんなみんな揃って海を越えてやってきた。だけどなぜだかみんなは僕たちのこと食べてくれない。こんなに美味しいのに、こんなに甘いのに、こんなにみずみずしいのに、みんな僕たち見るばかりで、何も僕たち食べてくれない。僕たちが綺麗すぎるからかな。赤くてツヤツヤ、黄色でピカピカ。僕トマト。ある日、一匹のお猿さん、僕を口へ放り込んだ。おいしいおいしい顔をして、お山に帰ってった。それを見た日本人。僕たちひょいひょい食べ出した。ぐつぐつ煮込んでソースにしたり、小さく刻んでサラダにしたり。僕トマト。食べられるって幸せさ。即興で詩を作ってみました。トマトを食べながらトマトの詩を考えるってすごい新鮮な体験。
トマトが食べられることを幸せって思ってるのかどうかはわかんない。綺麗だなって思われてる方がいいトマトもいるかもしれないけど、私の中のトマトくんは食べられるのって幸せだって思ってる。でも食べられるって幸せさには二つの意味もこもってて、一つはさっき言ったトマト側の視点なんですけど、もう一つは人間側の視点。食べられることって幸せだって。だって本当に幸せだもん。人生は多分一度きりなので、美味しいものいっぱい食べましょう。特にね、旬のものはいっぱい食べた方がいいみたいですよ。なんか、梅雨とか、あと寒い時とかって、ちょっと体調悪くなるじゃないですか。そういう時は、お日様の光をいっぱい取り込んだ食べ物を食べるといいんですって。まあ、トマトもそうだけど、天日干しにしたものとかね。食べることって生きることに直結するから、文化にすんごい速さで馴染んでいったと思うんですよね。食文化って言うけど。だから私も食べることをただ食べるじゃなくて、そっからいろいろ連想して、私なりの文化にしたいなって。もちろんね、言葉にするっていうだけじゃなくて、YouTube ライブでみんなと一緒に食べたりすることも私にとって文化の一つだし、続けていきたいです。そこが私の居場所なので、私はそこで安心して光っています。うん。うん、美味しい、このパスタ。トーストも食べなきゃ。じゅわんじゅわ。ん
ちょっとしょっぱい。うん。トマトのクリームパスタもあと少し。美味しいものってすぐなくなっちゃう。うん。やっぱりトマトって食べると元気出るね。元気出てきた。どこかお出かけしようかな。せっかくお化粧したし。うん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 。口の周りが真っ赤になってきてる。トマト。僕トマト。コロリンコロリン、どんぶらこ。ね。蜂蜜バタートースト、すごい甘かったから、デザート代わりに。うん。蜂蜜の風味がすごいして美味しい。うん。うん。
ごちそうさまでした。美味しかった。トマトパスタもパンもたくさん食べました。では、またお会いしましょう。バイバーイ。